皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の皆さんに向けて自然な日本語でお届けしています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。さて今日のテーマは日本のトイレです。ちょっとお食事中の方はすみません。皆さんは日本のトイレに入ったことがありますか？日本に一度でも来た人は必ずトイレには入ったかなと思うんですけど、その時のことを思い出しながら聞いてもらえたら嬉しいです。ちなみに私は海外は7カ国ぐらい行ったことがあるんですけど、トイレに関しては日本が一番いいなと思っています。その理由は日本のトイレはハイテクだし綺麗だなと思うからです。ハイテクっていうのはハイテクノロジーのことなんですけど、面白い機能があるトイレが日本にはあるので、それについて話したいと思います。では早速なんですが、日本のハイテクなトイレについて紹介します。日本の多くの家、ホテル、ショッピングモール、駅にはウォシュレットがついたトイレがあります。ウォシュレットっていうのはお尻を水で洗う機能がついたトイレのことです。トイレの個室の壁にスイッチがあって、それを押すとトイレの内側から水が出てお尻をきれいにすることができます。その他にも便座が温かいトイレもあります。特に冬は便座に座るとヒヤッとしてとても冷たいじゃないですか。なので温かい便座のトイレに入った時はよかったと思います。あとは自動で蓋が開くトイレもありますね。たまに日本人の私でも勝手に蓋が開くとびっくりします。前は蓋を開けるくらい自分でできるのになぁと思ってたんですけど、コロナの時に自動で開くタイプのトイレだと手を触れなくても勝手に開いてくれるので衛生的だなと思いました。それからトイレが終わった後に自動で水が流れるトイレもあります。特にショッピングモールとか大きい施設などにあるトイレは自動で流れるタイプが多い気がします。でもあれのおかげでやっぱりレバーを触れなくても済むので衛生的だし、流し忘れも防げるなと思っています。今紹介したような機能がついているトイレはとても快適だし綺麗なので本当にいいなって思います。あとは音姫という水が流れる音を鳴らすことができる機能もあるんですよ。用を足している時とか、あとおならが出てしまった時の音が恥ずかしいと思う人が多いので、水を流して少しでもその音を消すことができます。完全に用を足している音を消せるっていうわけではないんですけど、恥ずかしいという気持ちを少し軽減することができますね。東京などの大きい都市にあるショッピングモールや百貨店のトイレは内装も綺麗で、本当にここはトイレなのかなって思うようなところもあります。インテリアとか鏡とか扉のデザインがすごく凝っていたりするので、トイレに行くだけでも気分が上がることがあります。それから日本には和式トイレっていう伝統的なトイレもあります。和式トイレっていうのは床に近い位置にあってしゃがんで座って使うトイレです。昔の学校や公園に多くありますね。私が通っていた小中学校も和式トイレでした。高校生の時も和式トイレがありましたね。でも最近は学校でも洋式トイレ、椅子みたいに座るトイレが増えてきているみたいです。和式トイレは足腰が強くないとちょっと大変です。あと長いスカートやズボンを履いている時とか床につかないようにしないといけないので結構難しいです。日本人でも最近は和式トイレに入る人は少ないかなと思います。例えばショッピングモールとか駅で10個トイレがあるとします。そのうち1つだけ和式トイレがある
場合があるんですね。そういう時は和式トイレが空いていても入りたくないから次の列の人に譲るっていう人も見たことがあります。なので和式トイレはあんまり人気じゃなくなってきているので、これからどんどん少なくなっていくんじゃないかなと思います。あとは皆さんは日本のトイレのマナーはご存知ですか？どの国にもトイレの使い方があると思うんですけど、日本にももちろんマナーというか常識があります。まず一つ目はトイレットペーパーはトイレの中に流すっていうことです。日本のトイレットペーパーは水に溶けやすいので、ゴミ箱に捨てずにトイレの中に流すのが一般的です。たまに女子トイレの場合は個室の角に小さいゴミ箱みたいのがあるんですね。でもそれは女性のナプキンを捨てる箱になるので、そこにトイレットペーパーは入れないようにしてください。あとは掃除をする人も大変になってしまうので、ゴミなどはそこに入れないようにしてください。あとは日本では畳の部屋とか家の中に入るときは靴を脱ぐんですけど、ショッピングモールとか駅とかのトイレでは靴は脱がないのでそのまま入ります。逆に誰かの家に行ってトイレに入る場合はトイレ用のスリッパがあることもあります。それを間違えて普通の部屋のところで履いてしまうとトイレの菌が広まってしまうので、それはしないように気をつけてください。トイレのスリッパはトイレで履く、普通の部屋のスリッパは部屋で履くっていう風に使い分けています。男子トイレのことなのでちょっと私は本当かどうかわからないところもあるんですけど、男子トイレの場合でも座って使いましょうっていうところも増えているみたいです。理由は立って用を足すときに尿が周りに飛び散ってしまうので、それを防ぐために座ってトイレを使いましょうというお店も増えているみたいです。ちょっと今回のテーマは食事中の方にとっては汚い話になってしまったかもしれないんですけど、やはりトイレは人間だったら全員使うものなので、ぜひ日本に来た時は今日話したことを忘れずにトイレを使ってもらえたら嬉しいです。もし皆さんの国にも面白いトイレや文化があったら、ぜひコメントで教えてください。では今日のエピソードはここまでにしたいと思います。楽しんでもらえたら嬉しいです。もしこのテーマについて話してほしいというリクエストがあれば、ぜひ SNS やコメントで教えてください。私はインスタグラムやスレッズで日常生活で使える単語を毎日投稿しています。興味がある人はぜひフォローしてください。では次回のエピソードでまたお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。じゃあね、バイバーイ。